おはようございます。あきこです。今日もインドからお届けします。今日は高次元の力を使って生きる方法っていうのをねやっていきたいと思います。で、高次元っていうのは、神様とかさ、ハイヤーセルフ、神様だね。そうだな。ハイヤーセルフに関してはまた違う動画で出してますけど、高次元、神様とかさ、自分の縁のあるエネルギー、まあ神様とか高次元って何なのかっていうと、まあ、エネルギーの違いなんですよね。なんかこうアセンデッドマスターとか言うかな。アセンデッドマスターって何かっていうと、まあ、すごい力があるさ存在だと思うんだけど、何なのかっていうとさ、まあ生命のサポートが仕事なんですよね、あの人たちは。そうだからね、同じまあ素材からできてるっていうかね、同じ宇宙からできてますから対等なんですよね。対等だから、自分のなんていうのかな、日常にいろいろ生かしていくといいと思うんですよ、彼らの力を使って。で、宇宙のまあ法則っていうかルールとしては、勝手に手出しできないっていうのがあるんですよね。私たちがお願いしたら、サポートしてもらうことはできるんだけど、お願いしないとできないんですよ。勝手にしちゃいけないんですね。だからすごい本当ジェントリーというかさ、私たちはもともとまあ、宇宙から来てて、まあ、宇宙そのものなんだよね。宇宙そのもので今こう地球に来てるっていうのは不便さを体験しに来てるわけじゃないですか。だから不便さを体験する時に勝手に結局さ、自分が苦しいなって思ってる時に、はいじゃあ助けましょうみたいな感じでさ、高次元のサポートが入った時に、要はもうさ、そういうわざわざ苦しいとかを体験しに来てるのに手出ししちゃったら、自分がせっかく学びに来てる学びができないっていうことだから、自分がお願いってしたらお願いできるんだけど、お願いしなければ手出ししちゃいけないんですよね。そうだから勝手になんていうのかな、つながってくる存在とか、基本的には勝手につながってこないですからね。ちゃんとしてる存在というのかな、エネルギーを感じることはあるけど、自分がつながるって、だからこっちに主導権がありますから、神様とかアセンデッドマスターとか宇宙存在とかに勝手に主導権を握らせないってことですね。そう、こっちが主導権だから、私ね、勝手につながるってことなんてほぼないからね。まあ私の能力もあると思うんだけど、能力ってそんなに能力が高くないってことなんですけど、なんか勝手につながるってことはほぼないね。自分がつながるって意図したらつながるって思ってるから、なんていうのかな、勝手に何かが流れ出してこういういい迷惑だよね、勝手に流れ出したらね。そういう感じです。で、私がその広辞苑のサポートをどういうふうに使ってるかってことなんですけど、いろいろもう本当にね、小さなことからお願いするんですよね。だから今じゃあ例えば学校子供が行くとしたら、なんだろうな、まあ、アルクトゥルスとか呼んで、アルクトゥルスとつながるとか、アルクトゥルスって思って子供たちのサポートお願いしますみたいなお願いしてたら、もうそれきっちりやってくれるみたいな、仕事してくれるって感じだし、ミカエルとかでもいいよね。ミカエル呼んで、じゃあ旦那さんねずっと守ってくださいとか、今日一日よく過ごせるようにお願いしますとかさ、そういう感じで自分がサポートをお願いしたらきっちりと仕事をやってくれるんですね。で、彼らのだからそれが仕事なんですよ。生命のサポートが仕事だから、どんどん頼むといいってことなんですね。で、逆に言ったら頼まないともったいないというか、手出しできないから見守ってくれてはいると思うんだけど、手出しできないんですよね。だから私たちが言わないとダメなんですよ。こっちに主導権があるから、行ってサポートをお願いすると、要はすごくこうなんていうのかな、いい感じにいろいろやってくれるって感じ。良くなるのが当たり前ですから。でさ、やっぱりさ、私たちって地球に住んでるとさ、もう孤立してるような感じなんだね。孤独じゃないけど孤立みたいな。で、しかも力がないような感じ、もともとすごい力があるのに力がないような感じで小さくなってるから、ここでね、まあ、だんだん自分の力っていうのが出てきたりはするんだけど、
高次元の力を借りた方が絶対いいんですよね。良くなっちゃうのが当たり前だし、楽に進めるし、しかも彼らはそれが仕事で拡大していけるから、私たちのサポートをすればするほど拡大していけるから、呼んだら何でもやってくれるんですよね。例えばミカエルをさ、私が呼んでる時に他の人が呼んでて、また誰かも呼んでて、なんかいいのかな、私こんな呼んでていいのかなって思うかもしれないけど、分離できますからなんか分身の術みたいなの使うんじゃないの分かんないけど、だからもう使いまくる、使い倒すみたいな、それぐらいのなんか気持ちでやるといいんじゃないかなと。これはね、神様とかも同じですからね。本当の神様ってさ、すごい力がある神様とかっていうのはさ、本当に寛大だから、私たちがサポートをお願いすればするほど喜んでくれるよ、喜んでくれるんですよ。でさ、人間だとなんかお願いしたらさ、嫌だとか言われるじゃん。嫌だ、これやりたくないとかさ、ねえ、なんか今忙しいからとかさ言われたりするんだけど、それがないんですよ。お願いしたら「はい、分かりました、はい、分かりました」みたいな感じで何でもやってくれるっていうのが本当にね、いいんですよね。もうね、サポートなしではいられないというか、お願いしていいし、するのが当たり前っていうかさ、そんな無理しなくていいってことなんですよね。そうで、そうだな、私がサポートをお願いするのは本当に日常生活の料理が美味しくできるようにサポートお願いしますとかさ、これ呼ぶのは何でもいいんだよね。ハイヤーセルフでもいいんだけど、高次元の存在でガネーシャ呼んでもいいと思うし、なんだサナートクマラ呼んでもいいし、イエス・キリスト呼んでもいいし、マリア様でもいいし、なんだろう、宇宙人呼んでもいいしって感じか。アルクトゥルスとか、プレアデスのなんかチームとかさ、プレアデス人とか、そんなんでもいいと思うし、なんかさ、気軽にたくさんの存在を呼ぶといいと思うんですね。でどういうさ、高次元のエネルギーがいいか、どういうサポートがいいかっていうのは相性なんですよ。エネルギーの違いだから、どれが好きかなだよね。だから、だから私だとやっぱアルクトゥルスが縁があるからアルクトゥルスが好きだし、たまにアンドロメダのエネルギーを呼んだりもするし、あとは天使かな。天使呼んだり、イエス・キリスト呼んだり、イエス・キリストとかさ、肩揉んでもらったりしてるんですよね。この辺がちょっと凝ってますみたいな言うと「はい、わかりました」みたいな感じでさ、すっごい気持ちみたいな感じでなんとなくねやってくれてたりとか、あとはだからヒーリングしてくださいとか言うとやってくれるんですよね。ヒーリングしてくださいってお願いすると、要は浄化してくれたりするから、そう浄化のエネルギーでヒーリングしてくださいって言ってヒーリングしてくれたり、今旦那さんが出かけるんだけど、じゃあ旦那さん今、じゃあお願いしようか。じゃあミカエルにしようかな。今日はメタトロンがいい気がするから、じゃあ大天使メタトロン、旦那さんを今日一日サポートお願いします。これで終わりです。なんか嘘みたいですけど、これやっぱやるのとやらないのと全然違うんですよね。はい、分かりましたみたいな感じでこうしっかりとやってくれますから、もう彼は一日ハッピーでしょって感じで投げとくんで、とりあえず投げとくって感じ。じゃあ日本の家族がいるから、さっき喋ってたんだけど、お父さんお母さんがさ、みんな楽しく、どうした？こうのチャップルピンでポチャンプルチャップルチャップロ、まあいっか。すいません。そういう感じでお願いしていくと、要はね、かなりいい感じにやってくれる。お父さんお母さんとかさ、妹とかいるから、じゃあこれお願いするのは何がいいかな。太陽のエネルギーでサポートしてもらおうかな。じゃあ太陽のエネルギーを読んで、こんなのさ、なんていうの、アイデア次第っていうか、ピンときたものがそれなんだよね。だから太陽のエネルギーなんて今初めて読んだけど、今太陽が強いなと思って、やっぱ太陽惑星のエネルギーってことなんだけど、太陽のエネルギーで、お父さんお母さんと兄弟
をサポートお願いします。これで終わりですね。これでもうサポートしてくれて、なんかね、サポートお願いした後にちょっとそのサポートする人に意識を向けると、ちょっと光が注いでるような感じとか、そういう感じでちょっと持っていく感じなんだけど、別にそこまでやんなくても全然いいです。そうピン直感だね。やっぱりこうやって思った時にこれの何にサポートしてもらおうかなみたいな、そういう感じでこうやっていくといろんな存在にサポートしてもらえるから本当にね良くなっちゃうのが当たり前なんですよね。じゃあ今皆さんにどうしようかな、どこからのサポートお願いしようかな。お、来た。宇宙連合って言ってるないや宇宙連合とかやっぱ多いね。宇宙連合にサポートお願いしましょうかね。じゃあ宇宙連合に何のサポートがいいかな。皆さんのアセンションが、でも何のサポートがいいか宇宙連合に聞いてみようかね。何でもいいですよって言ってんだけど、今私が直感できたのはみんなのこうアセンションが順調にいくようにっていうことと、あとは本当にみんなが楽に軽くなんていうのかな、楽しく進めるようにサポートお願いします。たくさんの人たちに届くようにサポートお願いします。はい、でこれで私がお願いしたから要はサポートのエネルギーがいく。これは例えばさ、なんかもう大きなこともやったっていいってことだよね。だから地球が平和でありますようにってさお願いするとするじゃないですか。それもちゃんとやっぱりサポートとして言ってるってことだよね。じゃあ地球が宇宙エネルギーで、高次元になって、中にあることが、地球の中であることがこう平和でいつもみんなが一日の中に楽しいことがあるようにサポートお願いします。これはそうだね、他の多次元惑星というかさ、いろんな惑星のサポートお願いしますっていう感じで今お願いしてみたとかさ、自分のアイデア次第で何でもできちゃうんだけど、これお願いするのとしないのと、要は私たちに権限があるからお願いしなかったらサポートをすることはできないんだけど、お願いしたらサポートは必ず入るってことなんですよね。そういう感じだから、だったら絶対使わない手はないんですよ。こういうなんていうのかな、人をさ頼ることっていうのはなんかとても苦手な方とかもいると思うんだけど、本当に高次元に関しては頼った方がいいと思う。楽に進めるし良くなっちゃうのが当たり前だし、なんだろうな、本当に良すぎちゃうみたいななんかだからさ、神様のところ行って私たち家族をお守りくださいとか言ってるじゃないですか。あれのもさ要はあれと同じことなんですよね。神様の神社とかお寺とかに行ってやってることをここでやるってことですね。日常でいっぱいやっちゃうみたいな。なんか誰かはねやっぱ歌う前とかカラオケの前とかにさ歌の神様お願いしますみたいな感じでサポートお願いして歌がすごいうまく歌えんだよねとか言ってたし、こういうことなんですよ。だから料理うまくできるように、ピンときたものでもいいし、思いつかないんだと思いつかないでなんかサポートお願いしますみたいな感じでやるとうまくいっちゃうってことなんですよね。だから結構ね縁のあるなんていうのかな、どんな存在でもいいんだけどやっぱりこう意図が大事だから、はっきりした。だからいつも使うエネルギーっていうのをある程度こう自分がどういうエネルギーが好きか、どういうエネルギーと合うかみたいな、いろんなの試してみるとすごい面白いですね。なんかさこんなに自由なんですよ。宇宙ってやっぱり自由なんだなって思うんですけど、なんか地球的に考えたらさ頼んでいいのかなとか、これはいけないのかな、いいことといけないことはありますかとかありそうだけど、とりあえず頼んでみるって感じね。そうしたらやってくれるっていう感じだと思うから、そうこれがさ自分にとってすごいこうなんていうのかな、地球的になんかエゴみたいな感じだっていいんですよ。自分がにとって一番こうなんていうの、お願いしたいことをすればいい。とりあえずお願いしたらいいようにやってくれるから、一番いいように、自分にとって一番いいようにサポートしてくれるっていう感じなんですね。これが本当宇宙の愛であって、寛大さであって、そうこれをね私はよく使うんですよ。大好きでね、自由が好きなんですよね、とにかく。
あれがダメこれがダメっていうのがもうなんかなんだろう、そういうとこでずっとさ育ってきたり生きてきてるわけだから、この自由さがもうほんと癖になっちゃうみたいなそういう感じだから、どんどん高次元のエネルギーとかこうやってサポートをお願いしてったら、どん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 自分が解放されて自由になってっちゃったんですよね。なってきちゃったっていう感じだから、よかったらね皆さんもやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ではまたね配信したいと思います。ではでは。